リモート禁止の老害上司を生産性データで完全論破した結果、出社しない奴は評価しない。お前の部署だけ生産性最下位だけど WW。俺は27歳のバックエンドエンジニア、大手 S ワイヤーに勤めて3年目になる。今日も朝7時に家を出して満員電車に揺られてる。片道1時間半の通勤、正直しんどい。リモートワークすればいいじゃん。それができれば苦労しないんだよ。うちの会社、コロナが落ち着いてからリモートワーク全面禁止になった。理由は開発部長の一声。リモートワークなんて甘えだ。顔を見ないと仕事した気がしないんだよ。典型的な老害じゃん。顔を見ないと仕事した気がしないって何時代だよ。この部長、50代で IT 業界に20年以上いるくせに考え方が完全に昭和で止まってる。毎朝8時半から朝礼があって、部長が30分くらい説教するだけなんだよね。最近の若いやつは根性が足りん。俺の若い頃は終電まで働くのが当たり前だった。知らんがな、時代が違うだろ。昭和の価値観を令和に押し付けるなよ。こういう老害がいるから日本の生産性低いんだよ。部長の嫌がらせはエスカレートしていった。お前、席にいないことが多いな。トイレに行っただけですが。席を離れるときは報告しろ。トイレまで報告と会場だろ。監視しすぎだろ。そして極めつけは無駄な会議の多さ。週に3回、2時間の定例会議がある。内容はほとんど部長の武勇伝を聞かされるだけ。俺が若い頃はな、徹夜でコード書いて朝までになってしたもんだ。だから何だよ、コードかけもしないくせに。武勇伝語る暇あったらコードかけよ WW。 ある日、俺は勇気を出して部長に提案してみた。部長、週1回でもいいのでリモートワークを認めてもらえませんか。通勤時間が往復3時間もかかるので、その時間を開発に使えたらもっと生産性が上がると思うんです。まともな提案じゃん。通勤時間3時間はきついわ。はあ、何言ってんだお前。リモートワークなんて許すわけないだろ。お前らかにいたら絶対サボるだろ。俺の目の届くところで働け。でも部長、他の部署はリモートワーク導入してますよね。営業部は週2でリモート可能ですし。営業と開発は違う。開発は顔を突き合わせてやるもんだ。若造が生意気言うな。はあ、論理的な反論できないからキレてるだけじゃん。むしろ開発こそリモートでできるだろ。こんな上司の下で働きたくね結局、提案は却下された。それどころか、部長は俺を目の敵にするようになった。お前、最近態度でかいんじゃないか。いえ、そんなことは。会社っての花、上司の命令に従うもんなんだよ。わかったか。はい、わかりました。完全にパワハラじゃん。こういうやつがいるから優秀な人材が辞めていくんだよ。毎日往復3時間の通勤、無駄な朝礼と会議、そして部長のパワハラ。正直、このままじゃ体も心も持たない。でも簡単に転職できるわけでもないし。そんな日々が続いていた。リモートワークを提案していこう。部長のお礼のあたりは日に日に厳しくなった。おい、この資料に誤字があるぞ。申し訳ありません。すぐに修正します。たかが1文字のミスでも許されないんだよ。もっと気合い入れて仕事しろ。たった1文字のミスで30分も説教かよ。上げ足取りがひどすぎる。ある時は深夜残業を強要された。この案件、明日朝までに仕上げてくれ。明日朝までですか。今から始めても8時間はかかりますけど。だったら徹夜でやれよ。俺の若い頃は徹夜なんて当たり前だったぞ。労働基準法違反だろこれ。今時徹夜とか頭おかしい。結局その日は朝5時まで作業して3時間仮眠して9時に出社した。遅刻か。気が緩んでるんじゃないか。お前が朝までやれって言ったんだろうが。これは完全にブラック企業。そんな日々が続き、俺の体調にも影響が出始めた。朝起きるのが辛い。満員電車に乗るだけでは気怪我する。部長の顔を見ると胃が痛くなる。これは精神的に追い詰められてるな。そして極めつけは四半期評価の時。今期のお前の評価は C だ。C 評価ですか。俺
予定していたタスク全部完了してますけど。タスクをこなすだけじゃダメなんだよ。姿勢や態度も評価に含まれる。お前は最近上司に反抗的だからな。完全に支援じゃねえか。成果で評価しろよクソが。この評価のせいで昇給もボーナスも減った。そんなある日、同期の田村が退職すると言い出した。悪いな、俺転職することにした。マジか。やっぱりあの部長が原因。ああ、もう限界だわ。毎日3時間通勤して無駄な会議に出て深夜まで残業させられて人生の無駄遣いだ。わかるよ。俺も正直きつい。お前も転職考えた方がいいぞ。このままじゃお前も潰されるぞ。でも転職するにしてもこの会社で得た経験は無駄になる気がして。それは甘いぞ。こんな環境で潰れたら元も子もない。優秀な人から辞めていくのが日本企業の悪いとこだよな。その夜、俺も転職サイトに登録した。このまま我慢し続けるのは無理だ。でも本当にこれでいいのか。逃げるように辞めるのは悔しい。何か方法はないのか。待てよ、考えてみれば部長の管理方法って本当に効率的なのか。その時、俺の頭にある考えが浮かんだ。データで示せば客観的な証拠があれば経営陣も無視できないはずだ。お、反撃フラグ来たか。データドリブンで論破とか熱いな。よし、やってやる。逃げるんじゃなく戦ってやる。俺の武器はデータだ。感情論じゃない。客観的な事実で勝負する。エンジニアらしい戦い方だな。その日から俺は密かにデータ収集を開始した。まずはジラで部署ごとのタスク完了率を集計。うちの部署は完了率 72% か。リモートワーク導入してる第2開発部は 89%。差が歴然じゃないか。データで証明しに行くスタイル好き。データ収集は想像以上に大変だった。ジラ、GitHub、勤怠システム、人事システム、あらゆるシステムからデータを抽出した。これこそエンジニアの本領発揮だ。次に GitHub のコミット数を分析した。1人当たりの月間コミット数。うちの部署は平均45回。リモート導入部署は平均68回。50% 以上も差がある。通勤時間が無駄すぎるってことだな。さらに残業時間も調べた。月間平均残業時間。うちの部署は58時間。リモート部署は32時間。ほぼ倍じゃないか。残業多いのに生産性低いとか最悪だな。そして最も重要なデータ、退職率。人事システムのデータを見るとこの1年でうちの部署から7人が退職。20人の部署で7人って退職率 35% だぞ。全社平均は 8% だから4倍以上。これは完全に部長のせいだろ。さらに採用コストも調べた。エンジニア1人の採用コストは約300万円。7人で2100万円の損失。これだけのデータがあれば十分だ。データの暴力 www。 データ収集の過程でさらに驚くべき事実が判明した。うちの部署バグ発生率も全社で最悪だ。疲労で集中力が落ちてるんだ。これも資料に入れよう。データが積み上がっていくな。週末を使って他社のリモートワーク導入事例も調査した。 Google、マイクロソフト、サイボーズ、どこもリモートワークで生産性向上してる。これも資料に加えよう。深夜、俺はプレゼン資料を完成させた。タイトルはデータで見る開発部の生産性課題と改善提案。感情論じゃない。すべてデータで語る。これぞエンジニアって感じだな。問題はどうやって経営陣に届けるか。部長を通したら確実に潰される。直接社長にメールを送るしかない。震える手でメールを書き始めた。店名、社長に直接お伝えしたい重要な提案があります。本文、弊社の生産性向上に関する客観的データに基づいた提案です。資料を添付して送信。社長に直接とか度胸あるな。でもこれくらいしないと変わらないよな。メールを送信した後、俺は緊張で眠れなかった。社長から返信が来なかったらどうしよう。それとも部長に筒抜けで報復されるか。だが翌日の返信を見て安堵した。昼休み、
社長から返信が来た。資料拝見しました。興味深い内容です。来週の全社会議でプレゼンしてもらえますか？やった、チャンスをつかんだ。社長有能じゃん。期間全社会議で論破フラグ。だがこの情報はすぐに部長の耳に入った。おい、お前なん勝手なことしてんだ。会社のためになる提案をしただけです。俺を飛び越えて社長に直接組織の秩序を乱す行為だぞ。社長がプレゼンの機会をくれました。それを断る理由はありません。お前覚悟はできてるんだろうな。もしプレゼンが失敗したらお前の居場所なんてないからな。脅迫じゃねえか。こいつマジでクズだな。覚悟はできています。データが全てを語ってくれますから。全社会議当日、社長を含む役員全員が集まった。部長は渋い顔で俺を睨んでいる。それでは本日の提案者である彼にプレゼンをお願いします。よろしくお願いします。本日は弊社の生産性向上について客観的なデータに基づいた提案をさせていただきます。いよいよ来たな。まず各部署のタスク完了率を比較したグラフです。第1開発部は 72%、 対してリモートワークを導入している第2開発部は 89%、 17ポイントの差があります。これはかなりの差ですね。次に GitHub のコミット数です。第1開発部は月間平均45回、第2開発部は68回で約 50% の差があります。さらに残業時間についてです。第1開発部は月間平均58時間、第2開発部は32時間でほぼ半分です。残業が多いのに生産性が低い。これは問題だ。そして最も深刻なのが退職率です。この1年で第1開発部から7人が退職。退職率 35% は全社平均の4倍以上です。 35%、 そんなに高いのか。これは看過できない数字だな。人材流出のコストはどのくらいになるんだ？エンジニア1人の採用コストは約300万円、7人で2100万円の損失になります。2100万円。これは無視できない金額だ。データの力すげえ WW。 ちょっと待て。そのデータは一面的だ。リモートワークだと管理が行き届かない。顔を見ながら仕事しないと生産性は上がらん。部長、それは感情論です。データは明確に示しています。リモートワーク導入部署の方が生産性が高いという事実を。論破きた。さらに他社の事例も調査しました。 Google、マイクロソフト、サイボーズなど全てリモートワーク導入で生産性が向上しています。そんなのは大企業だからできることで。いえ、弊社も大手 SIR です。技術的にもリソース的にも実現可能です。完璧な論破 WWW。 彼の提案は非常に論理的だ。データに基づいた判断が必要だな。よくわかりました。データに基づいた素晴らしい提案です。では即座に決定します。来月から全社的にリモートワーク制度を導入します。社長、それは。部長、あなたの管理方法には問題がありすぎます。生産性低下、高い退職率、過剰な残業、これでは会社に損失をもたらしているだけです。それは私なりに頑張って。部長には開発部長の職を解き、総務部の一般職への異動を命じます。そんな私が窓際に。そして彼には若手プロジェクトリーダーに任命します。リモートワーク制度の設計と実施を任せます。ありがとうございます。必ず成功させてみせます。リモートワーク制度が導入されて3ヶ月。部署の生産性は 30% 向上した。残業時間は半分以下に減少。そして何より退職者がゼロになった。リーダー、本当にありがとうございました。転職を考えてた俺も今は続ける気になりました。通勤時間がなくなって毎日3時間の自由時間が増えた。家族との時間も増えて生活の質が劇的に向上した。その分スキルアップの勉強もできるし家族との時間も増えた。最高のハッピーエンドだな。ちなみに元部長は総務部で毎日9時5時の単純作業をしているらしい。もちろんリモートワークなしの完全出社で自業自得 WWW。 完璧な落ち着いたな WWW。 データは嘘をつかないからな。当該
上司を論破するには数字が一番だわ。俺の挑戦は会社全体を変えることに成功した。データは嘘をつかない。感情論ではなく事実で戦う。それがエンジニアの武器だと証明できた。というわけでデータの力で会社を変えることができた。最後まで読んでくれてありがとう。牛をつスカッとしたわ。データガルデン最高。続きも期待してるぜ。